ムをするにあたって一番重要視したい、お金をかけたいゲーミングデバイスは何ですか？PC 以外だと軽くていいセンサーがついてるマウス、それともラピッドトリガー搭載のキーボード？いやいや、一番重要視したいのはゲーミングモニターなんです。解像度やリフレッシュレートの高いモニターを使うことによってゲームで有利になるっていうのは間違いないねんけど、ゲームをしてて酔いづらかったり目が疲れにくかったり、ゲーム以外にもテレワークっていうのにも向いているので、いいモニターを使うことによって受け入れる恩恵っていうのは意外と大きいんですよ。ということで今回は MSI から出る大注目の製品、次世代ゲーミングモニターをレビューしていこうと思います。個人的にすっごい気になってた製品で、こちらが MSI MPG2719RX9D-OLED っていう製品になります。モニターのパネルの種類って VA パネル、TN パネル、IPS パネルとたくさんあるんですけど、その中でも一番綺麗なのが有機 EL OLED パネルになります。で、最近は有機 EL の WQHD のねゲーミングモニターだったりっていうのがトレンドかなっていう風に思うんですけど、さらに量子ドットを組み合わせた QD-OLED パネルを搭載しているのがこのゲーミングモニターになります。量子ドットを採用することによって高い色の再現性とコントラストの高さ、明るいところは明るく暗い部分ははっきり暗くねしてくれるっていう、いろんなパネルの良さを集めたほぼ完全体って言っても過言ではないゲーミングモニターになります。そして気になる解像度とリフレッシュレートは WQHD の 360Hz になります。そして応答速度はグレートゥーグレーで 0.03ms。遅延も少なく FPS ゲームに向いてて、しかも残像感の概念がないんじゃないかっていうぐらい滑らかでヌルヌルです。で、27インチの WQHD のモニターってもう仕事でも映画鑑賞でもゲームでも全てにおいてちょうどいいスペックで、もう今一番私が推しているサイズです。で、価格 .com で見ると、15万円ちょっとと結構高めなんですけど、ここまでのスペックだともう何年もずっと満足して使っていけるし、もう幸せになれること間違いなしでしょうって、もう自信を持って言えるそんなモニターです。で、見てこの映像、めっちゃ綺麗じゃない？私も開封してモニターを設置した時、もう本当に綺麗やなってめっちゃ感動して、もう今まで見たモニターの中で本当にお世辞抜きで一番綺麗でした。今 OLED のモニター使ってるんですけど、もう全然比べ物ならんねっていうぐらい感動、びっくりしましたね。で、今見てもらってるこの映像、なんと初期設定の状態です。もう初期設定でね、こんな綺麗なことあるっていう、結構今までいろんなモニター私も使ってきました。で、これ共感してくれる人結構おるんちゃうかなって思うんですけど、モニターってこう設定を変更しないと意外となんか変だったり、こうしっくりこないことが多いんですよ。でもこのモニターは工場の出荷時に一枚一枚カラーキャリブレーションを行っているので、開封した時からもう正確な色で、もう設定をすることなく、もう綺麗な状態で楽しむことができます。なので機械音痴の方だったり初心者の方にもおすすめです。そしてモニターがどれぐらいクリアな描写ができているかどうかっていう企画、クリアモーションレートっていうのがあるんですけど、なんと最高ランクの13000を取得しています。そしてモニター選びで意外と重要なのが色域なんですけど、 sRGB カバー率 100%、 そして Adobe RGB カバー率が 98%、 DCI-P3 カバー率が 99% と従来のゲーミングモニターよりも高色域になっているので、このモニターやったらもうゲーム以外での使用用途、動画の編集だったりっていうのにも向いてて、色味が綺麗な動画の制作っていうのが可能です。で、さらにディスプレイ HDR400 トゥルーブラックに対応しているので、黒つぶれになったり白飛びっていうのを抑えてメリハリが効いた映像を楽しむことができるので、特にね、ゲームはもちろんなんですけど、これで映画とか見るの本当に最高です。こんな感じで QD-OLED のメリットっていうのがたくさんあって、もう最高のモニターなんですけど、もちろん有機 EL のゲーミングモニターにはデメリットっていうのがあります。それが画面の焼き付き。高輝度状態で画面上に静止画が長時間継続して表示される場合に発生するのが焼き付きなんですけど、もう一度発生してしまうと元には戻せません。
それを防ぐためには輝度を下げたりスクリーンセーバーを使用したり同じ画面を表示し続けないっていう必要性があるんですけど、それがめんどくさいって思う私には本来向いてないんですけど、このモニターには焼き付きを防ぐ5つの機能が搭載されています。まず1つ目はピクセルシフトって言って焼き付きが起きないように画面のピクセルを一定間隔で移動してくれます。そして2つ目はパネルプロテクト。短時間と長時間の2つの設定があって、モニターがスタンバイ状態になった時に自動的に実行されます。短時間では使用時間4時間を超えると自動的に起動してピクセルリフレッシュ処理をしてくれます。で4時間に一度通知が来るんですけど、3回までは一応キャンセルができて、4回目は強制的に処理を実行してくれます。ちなみにリフレッシュ時間は約15分あります。で長時間に設定した場合は16時間の使用後に通知が来て強制的に実行されます。これの処理も15分前後になります。そして3つ目がスタティックスクリーンディテクションって言って、画面上で動く映像を検出してくれる機能で、静止画が一定時間表示されていることを検知すると自動で輝度を下げて焼き付きを防止してくれます。その他にもマルチロゴの検出、タスクバーの検出、エッジ検出だったり、たくさんね焼き付きを防止してくれる機能っていうのが搭載しているので、 OLED のモニターでも安心して使用できます。そして保証が何年かっていうのも大事なポイントかなって思うんですけど、このモニターの保証は3年。他の QD-OLED パネルの中でも3年っていうのは今のところ少ないらしくて、他よりも安心して使えるっていうのも嬉しいポイントちゃうかなって思います。でモニターの端子にも注目してほしいねんけど、Type-C 接続による映像入力が可能で最大 90W 給電に対応しているので、ノートパソコンをここに接続したりするのに使えるっていうのと、 HDMI2.1 端子からなんと WQHD360Hz のままモニターを映し出すことができます。そして付属品は HDMI1 本と USB Type-B が1本、そして電源ケーブルが大きい AC アダプターとかないんですよ。このケーブル1本で接続できるので邪魔にならないっていうのも嬉しい。付属しているモニタースタンドにつけた時の可動域なんですけど、まずこう横に30度、そして反対側にも30度で、上下にも動けます。 110mm ということで、結構下にも下げれるし上にも上げれる。でくるっとすることもできまして、こんな感じ、よいしょ、縦にすることもできます。もう下もぴったりつくような感じですね。でこのままこんな感じで傾けることもできます。でモニターの角度もマイナス5度から20度まで調整することができます。で見た目なんですけど、ベゼルも薄いし、もうスタイリッシュな感じで、見た目外観はねもう最高100点満点です。でディスプレイがねめっちゃ薄いので、途中からね分厚くなってるっていう感じで、モニターを後ろから見るとこんな感じで、後ろのここの部分と上の部分に MSI のロゴが入っています。そして熱伝導率の高いグラフェンフィルムと専用設計のヒートシンクでファンレス設計になっているので、音もね静かだしめっちゃいい。でまだこのモニターのいいところっていうのが他にもあって、モニターの設定画面を開くのがこのモニターの真ん中裏側にあるんですけど、ここをポチッと押すとねこんな感じでメニュー画面が開きます。なんだけどこのモニターのいいところ、ソフトを使用するとパソコン画面、こうマウスだったりキーボードから設定をいじることができるんですよ。やっぱりね OLED のモニターなんで、こうモニターのケアっていうのがすっごい大事なんですよ。でもねこのねモニターの後ろからのこの設定の変更って地味にストレス、そうめんどくさいんだよね、こういちいちポチポチポチってするのは。これがねマウスとかでこう気軽にちょいとね設定を変更したり、そういったことができるのはほんまに神。設定画面を軽く見るとこの色味をね変更することができたりだとか、あとは AI ビジョンっていうのもあって、これをオンにすると全然違う。なんじゃこれ、すごっ。より明るく綺麗に映すことができます。何これ、すごいんやけど。プレミアムカラー、 FPS、 レーシング、 RTS、RPG、 アンチブルー、ムービー、オフィス、
sRGB、Adobe RGB、ディスプレイ P3 ということで、早速今からね実際にゲームをしたいと思います。ゲームをしてる時にディスプレイ設定っていうのを FPS に変えてたんですけど、なんか FPS のカラーモードに変えると青っぽくなったりするようなモニターが結構多いなっていう風に思ってたんだけど、これはね青っぽいって感じもしないし、すごい綺麗な発色なんだけど、敵もねすごい見やすいんですよ。これ今までで一番いい色味だなって正直思っちゃった。やっぱり WQHD のモニターでねゲームをした時はねすっごい映像が綺麗で、このモニターはそれをさらに超えてきて、映像が綺麗なのはもちろんなんだけど、色味っていうのもすごいね重要なんだなって思いました。なんかモニターを変えてゲームがさらに面白くなるっていう感覚は初めてかもしんない。続いてはバロラントですね。普段やらないのでめっちゃ下手なんですけど、今回 360Hz のモニターということでやってみました。 360Hz とリフレッシュレートも高いから他のプレイヤーとの差をつけてゲームをすることができるので、やっぱ FPS ゲームにはもうマジで向いてる。しかも WQHD だしね。 WQHD はフル HD に比べると解像度が高いので敵を視認しやすく、頭の位置もはっきり分かりやすい。FPS ゲームとかは特にフル HD の場合フレームレートを上げたいからってゲームの画質設定を低設定にしたりとかすると思うねんけど、結構画質悪くないですか？個人的な意見にはなるんですけど、 WQHD にすることによって低設定でもフル HD の高設定並みに綺麗に見えると思うんですよ。リフレッシュレートが高い WQHD のモニターを使うことによって離れたり隠れてる敵を視認しやすくなったなっていうふうに思います。で、今回はカメラでモニターを直接撮ってる映像になるので、もうこの映像よりも生で見る方がはるかに綺麗です。なので、店頭とかでね是非見てほしいですね。はい、ということで今回は MSI さんから新しく出るゲーミングモニターを紹介させていただきました。1週間ぐらいね使わせていただいて思ったことが、本当にねこんな感動できるモニターあるんやなって、マジでやばいモニターを MSI さん出したんやなっていう風にね思いました。だってさ、普通に IPS の 4K モニター比べ物になりません？もう 2K の QD-OLED のモニターの方が圧倒的に綺麗です。このモニターね、もう視野角もすごい。もうこの真横から見ても見えるっていうぐらい視野角もマジで広いし、このね黒がね本当に綺麗な黒なの。だからこそより綺麗に見えるっていうのもあるし、でねこのパネルがねすごいねツヤツヤしてるんですよ。普通の IPS パネルよりもさらになんかツヤツヤしてて、なんかこうもう鏡みたいな感じでもう反射してるっていうぐらいね、めっちゃツルツルしてるパネルで見た目もかっこいいね。あとは設定画面をPC 側でマウスでね操作ができちゃうっていうのもすごい便利だし、使い心地っていうのもねすごい良かったですね。これがね店頭に並んじゃうと他のゲーミングモニター売れんくなっちゃうよっていうぐらいね本当に綺麗です。で15万円ちょっとでしょ。もうここまでのスペック、ここまでのクオリティやと頑張って購入する価値はマジであります。ただねスピーカーっていうのが搭載されてないんですよ。もう個人的にはモニターから音が出てほしいなっていう風に思うので、ちょっとそこがね残念なポイントやなって感じ。はい、ということでもう超感動する素晴らしい製品を紹介させていただいたんですけど、最後にねキャンペーン告知があります。キャンペーン期間が3月の21日から5月の20日まで。そのキャンペーン期間中にレビューをね投稿すると合計65名様に抽選で選べるペイが当たります。で、今回紹介したのはこの27インチサイズなんですけど、他にもねサイズっていうのがあって、購入した画面のサイズごとに金額と抽選人数っていうのが変化します。詳しくはね概要欄にあるキャンペーン特設ページをご覧ください。ということで今回は MSI から新しく出るゲーミングモニターの紹介でした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。以上、みさきみさでした。じゃあのー。